今日は実際に脳域を体験させていただきたいなと思って、はい、この指の先を変えるとかね、123。それでは実は先ほど練習をしていただいた陽子さんなんですけど、はい、その脳域に関する催眠とかもやってらっしゃるみたいな、はい、そうです。なんかその脳域についてもやっぱすごい気になってて、はい、今日は実際に脳域を体験させていただきたいなと思って、はい、ちなみに催眠ってどういうものなんですか？催眠術ってもともとは心理学の一つのテクニックとして、子供の頃の記憶に遡らせて、催眠下で深層心理の中に隠れてる子供の記憶を呼び覚ましてトラウマになってる原因を探っていこうっていう対抗催眠、精神科の一つの心理療法みたいな感じで行われてるのもあります。私が入ったのは前世療法、要するに自分の心の中のトラブルの原因を子供の時だけではなく前世にも遡れる、もっと前にも遡れるっていうのに気づいて、前世対抗っていうのをやりだした方の本がね30年以上前に出たんですけど、それをたまたま読んで私はそこから入った。男性はね、無性という形でみんな脳域っていうのを経験してるわけですよ。でもそれを催眠下で深層心理とかを操ることによってエクスタシーに導いていくっていうねに対して催眠を応用したのが本とかね、ネットでもいろいろ出てきまして、それを実際に対抗催眠はちょこちょこやってたんで経験全くなかったわけではないんですけど、実際にやってみたら本当にいっちゃうんですよね、みんなね。深く催眠に入れることによって私が一切触らずにもう言葉の誘導だけでいっちゃうみたいな、そういうことができるんですよ。ただやはりその催眠術にかかりやすい人、かかりにくい人がいて、まあだいたい催眠術にかかる人が5人に1人だったりとか、5人に1人、その場の雰囲気だったりとかもありますけども、催眠術かかる人の中でもエクスタシーまで導けるかっていうと、それができない人もやっぱり抵抗あるとできない。例えばラポーロって言うんですけど、お互いに信頼関係があって初めてかかる。要するに陽子さんだしちょっと5分だけ遊んであげようかなっていうサービス精神、上からじゃないですか。そういう気持ちがあるとスッて入る。行きたいなとかそういうのだけじゃちょっと違うってこと。行きたいっていうのももちろん一つの時、あとはやっぱり信頼して任せてもらう気持ちがあるとスーッと入る。行く行かないは別として、そういうエッチな方向に持っていかなくても催眠術にかかってるだけでね、ものすごい気持ちいいです。それを味わっていただくだけでもね、こんなに気持ちいいもんなんだっていうのが分かってもらえると。なんかもう一回だけ変わった旅人みたいな人に催眠かけてあげるよみたいな、変わりやすい人かどうか見てあげるよみたいなって言われて、ちょっとされた時にふわーっとしてる感じはちょっと味わったことがあります。その人はそれ以上あんまりできなくてっていう。じゃあ下地はある。下地ははい。するにあたって準備とかある？いや特にちょっと深呼吸してもらって。はい、深呼吸ですね。鼻から吸って、口から吐いて、鼻から吸って口から吐く。はい。口からこうストレスを吐き出すようなイメージでね、痛みとか嫌なこと全部吐き出すようなイメージで、息をするたんびにリラックスしていくようなイメージで。じゃあちょっとお試しの最初のね、よくやるやつなんですけど、こんなやつやったことありますか？いや、はい。こう握ってもらって、グッと握ってもらって、指と指の間こうちょっと開きます。この指をね、右でもいいし左でもいいし両方でもいいんで、じーっと見つめてください。じーっと見つめたら目を離さない。目を離したらもう一度見つめて、指の先に集中して見続けてください。この指を見つめていく。見つめてるとこの指と指の間どんどん狭まっていきます。磁石が入ってるからにスーッとくっついていく。指と指がくっついていく。見つめれば見つめるほどくっついていく。くっついていく。くっついていく。くっついていくんです。スッとくっついていく。くっついていく。くっつきましたね。はい。ではこの指が私が数を1から3まで数えるとアロンアルファを中に流し込んだらぴったりくっついて離れなくなります。はい。1、2、3。はい。これでくっついて離れなくなります。はい。離れますか？
じゃあ今度はこの椅子からあなたは立てなくなります。お尻がぴったりくっついて椅子から立てなくなってしまいます。1、2、3。立てますか？立ち上がれない。体が動くのと立てない。私なんか動かせない子もいる。はい。じゃあこれ一気に全部外します。この暗示解けますよ。はい。3、2、1。はい。はい、解けますよ。はい。離れます。離れたら。こっちはトリックなんですよ、実は。ぐっと握って指を開いてるとぐっと握ってるもんだからこう自然にくっつくんですよ。でもかかったと思っちゃうと自分から入っていく。で実際に今立てるでしょ。暗示なんですよね、催眠術って。自分からかかっていく。撮影してるからかかんなきゃっていう気持ちも働いてるけど本当に立てなくて。じゃあもう一回ね、自分の指をこう片指で片方ずーっと見つめてください。見つめてください。ずーっと見つめてると、見つめれば見つめるほど体の力がスーッと抜けていきます。頭の先から額、頬、首、肩、力がどんどん抜けていきます。リラックスしていきます。腕、肘、手の先まで力が抜けていきますが、この手はこのままじーっと見つめてください。でも目は閉じないでください。背中、腰、足、膝、どんどん力が抜けていきます。自然に背もたれの椅子に背がくっついていきます。力が抜けていって背もたれに背がくっついていきます。どんどん力が抜けていっていきます。膝からふくらはぎ、足首、足の先まで力が抜けていきますが、目はまだ閉じないでください。目を閉じたい、瞬きが始まっていますが、まだ目は閉じない。背もたれに背がくっつきます。完全にリラックスした状態に入っていきます。私が1から3まで数を数えると一気に力が抜けます。でも座ったまま深い催眠状態に入っていきます。その時に目を閉じていただいて構いません。1、2、3。力を抜いて、はい、では息を吸って吐いて、息を吸って吐くたんびにあなたの体の中の嫌なものが全て出ていきます。ストレス、痛み、嫌な感情全てが出ていきます。そして息を吸えば吸うほどあなたの体からどんどんもっと力が抜けていきます。深いリラックス状態、深い催眠状態に入っていきます。ぼわーんとした感じを味わってください。息をしてるだけで気持ちいい。心臓の音に意識を向けてください。ドクンドクンドクン。その心臓の音だけであなたは気持ちよくなっていく。ドクンドクンドクン。まるで心臓があなたの行く寸前のになったように気持ちいい快感に変わっていきます。心臓の鼓動が快感に変わっていきます。体の芯がうずくような快感にあなたの心臓の鼓動が変わっていきます。私が3から1まで数えるともっと強い快感に変わっていきます。3、2、1。この快感を自由に味わってください。気持ちいいものを感じますか？うずくみたいな。熱い。じゃあちょっと一旦元の状態に戻っていただきます。1から3まで数えるとあなたは完全に元の状態に戻ります。すっきりとした感覚ではっきりと目を覚まします。1、2、3。はい。どんな感じ？びっくりした。どうでした？なんかすごい心臓の鼓動に集中していったらこっちの方がなんか浮いてくるじゃないですけど、ちょっとボワーンとした気持ちいい感じで、こんなこんな感じで、例えばドキドキしてます、すごく。例えばこの指の先を変えるとかね、そういうのもできる。もう一回やってみますか？はい、はい。このエクスタシーがずっと続きます。なんか出ちゃいますね。もちろんもちろん。これは脳域でお分かりいただければね。もちろん体も反応します。スイッチの位置はどこでもいいんですよ。人間の行くっていうのは全て脳なんですよね。だからスイッチはどこであれ、その信号を捉えていくっていう反応を起こさせるのは結局は脳なんですよ。
だからスイッチはどこでもいい。今は指をスイッチにしましたけども、このスイッチすらいらないんですよね。催眠術においてはスイッチすらいらない。もう言葉の暗示だけであなたはいけるようになった。それは後で。はい。じゃあこのちょっとベッドとかで、はい、そうですね。はい。じゃあちょっとはい、ベッドの方に移動していきたいと思います。はい。引き続きお願いします。お願いします。